皆さん、こんにちは。好奇心 TV です。今回の動画は、中国の驚くべき倫理観をより理解するのに役に立つ情報をお届けいたします。この動画を作成したのは、我々の食料安全保障の観点から絶対お伝えしておかなければならないと思ったからです。このチャンネルをご視聴の皆様は、家族や自分の身を守るための情報収集に意識が高い方が多いと思います。そこで日本は中国からの食料依存率が高いということから、どういう価値観、倫理観を持った人たちが関わっているのかという実態を知っておかなければいけないと考えました。あらかじめ断っておきますが、食事中に見る動画ではないのでご注意願います。今回お届けする問題の食材は、画面上の赤文字のひときわ大きな部分だけを読んでいただきたいと思いますが、文字を見ただけで不吉な予感がしてきます。実はこのことは私の別の動画でもう少し触れたことがあるんですが、YouTube のポリシー違反になってしまったという内容です。しかし、食にまつわることですし、日本への影響を考えると情報をシェアした方が良いと思い、一旦削除してしまった動画をリミックスしてお届けしています。赤文字のひときわ大きな部分の名称について Wikipedia を見ると、中国の闇市場で流通している再生食用油のことだとわかります。再生食用油というととても聞こえがいいのですが、中国当局はこの再生油の製造を重大犯罪とみなしておりまして、なんと最高刑の死刑になります。中国が極刑を言い渡すくらいですから、かなりヤバい行為であるということが想像できてしまいます。極刑を受けるほどの行為ということで何がいけないのでしょうか。そこで調べて分かったことは想像もつかないことでした。油料理で使った古い油を精製するくらいなら良いとして、その油はどのような油でどこから持ってきているのかというところが気になったわけですが、なんと工場などの排水口や道路脇の下水口に溜まったクリーム状の、これはもうヘドロと言った方がいいようなものだったのです。これをまた食用油として市場に出すために科学的処理をして販売しているわけです。その様子がわかるのがこの映像なのですが、駐車場でそのヘドロ状のものを回収しています。これを食用油として再利用するというのです。中華料理というのは油の使用量が多いので、マンホールを開けると映像のような感じなのでしょう。ここから油を再生するなんて本当にやめてもらいたいと思いますよね。昼までの行為なら下水掃除でもしているのかなくらいしか思わないのですが、夜間に作業していること自体がかなり怪しさ満点なのです。それにしても捕まれば極刑になるということが分かっているのに、何が人をそこまで駆り立てるのでしょうか。そこも調べてみますと、いろいろなことが分かってきます。簡単に言えばボロ儲けできるからなんですが、それでもそんなに儲かるものなのでしょうか。確かに原材料は無料ですから、利益率考えたら儲けることはできるのでしょうが、命を懸けるほどではないような気がします。しかしこちらをご覧ください。日本植物油協会のホームページなんですが、こちらを見てみますと世界の食用油の消費量が紹介されています。やはり中国はダントツですね。中国は年間約3400万トンを消費しており、日本は約300万トンくらいです。中国では日本の約10倍以上消費していることがわかります。その中で違法な油がどれだけ流通しているかというと、なんと 10% が流通しているのではないかと言われています。ということは、日本の年間消費量よりも多いということです。実際はこの数倍も流通しているのではないかと言われています。ところで一体どういう店で使ってるのか気になると思います。全部とは言えないのでしょうが、屋台はかなり危険度が高いようです。そしてげっそりするのは、ガイドブックに出ているような高級中華料理店にまで使われているそうです。そしてその油が多く流通しているところは、広東省深セン市と言われています。深セン市っていうところは日本企業が多く進出していることで有名です。この映像をご覧の深セン市に行ったことがある方は気持ち悪くなってきたかもしれませんが、これが現実です。私が思うに中国全土で流通していると思います。さらに驚きなのは、ドブからすくってきたこの油を精製する方法として、ヒ素の100倍もの発がん性があるアフラトキシンという物質を使っているのです。ヒ素といえば、記憶にあるのは和歌山毒物カレー事件で使われた毒物でした。そのヒ素の100倍以上もの毒性があるものを使って精製しているわけです。ということは、この油を取り続けているとかなり危険だということだと思います。ただ、アフラトキシンというのはカビから生成される強毒物質で、ナッツなどにも含まれ厳しい規制が敷かれています。その油を生成する過程でだんだん消えていくことが考えられますが、
わざわざ強毒性物質を混入しているということが恐ろしいですよね。捕まったら極刑なのになぜ犯罪に手を染めるのか、我々の感覚では想像できませんが、我々の食料安全保障を考えるときにそこを理解しないといけないわけです。まずコストを調べてみると、正規の油の半額で作れるということが分かっています。そしてここからが問題です。その流通過程において何が起きているかというと、料理人が業者と組んでマージンの授受があるというわけです。つまり伝票上は正規油なのですが、納入時にはその油をすり替えて例の油を納入しているのです。もしかしたらオーナーは知らないかもしれません。なぜこのような倫理観に欠けるようなことをするのか。それは調理人の金儲けのためです。調理人の月収はだいたい3万円ぐらいですが、その油と正規油を差し替えるだけで月5万円ほどの副収入が懐に入るというわけです。一般の人にしたらたまったものではないですが、これが現実なのです。中国人の倫理観は本当に地に落ちているなと改めて感じました。人の命などどうでもよく、自分さえ儲けることができれば他人はどうでもよいという倫理観になっているのです。本当に恐ろしいですね。次に心配になるのは、この油が日本に入ってきているかというところです。結論は残念ながらあり得るということです。確率として高いのは、豆板醤とかラー油などの加工品に使われている可能性があるということです。信じられないことですが、中華系食材店からの直輸入品は避けた方が良いという感じです。もちろん全部がそうではないと思いますが、疑わしきは何とやらで、少なくとも自分は買わない方が良いと思いました。日本の中華料理店でも使われている可能性があるのかということですが、使われていないことを祈ります。しかし、食用油の価格高騰も起きていますから、生き残りをかけた業者は犯罪に手を染めるかもしれませんよね。加工品については日本のメーカーなどのものは大丈夫だとは思いますが、現地工場の現場の人間が管理の目を盗んでやることなので、それをどう考えるかだと思います。意外に思うかもしれませんが、中国では法整備は先進国並みにしっかりしています。何でもパクりますので。ところがあいにくそれを守るという文化がないのです。だから日本の企業が食品にしても電化製品にしても中国で作る際、品質管理体制だとかマニュアルだとか周りからの見栄えを良くしても、問題は作業員のモラルによるところが大きいと思います。なんなら日本はそんな品質管理や管理マニュアルがなくても一人一人の仕事に対するプライド、知性によって何ら問題なく文化を築き、世界に誇るものづくりをしてきました。この事件が中国で大きく取り上げられたのは2011年前後ですが、その後の記事を追いかけてみると2016年、2017年にもその犯罪の存在がわかる記事が出ているということで、はい、わかりましたと簡単にやめる人たちではないな、と思います。だとしたら、我々が備えなければ大変なことになると思いました。いかがだったでしょうか。食欲がなくなるような話でしたが、現実としてどのような事件が起きているのかということは知っておかなければならないと思います。特に昨今では大量の中国人が日本に移住しています。結果として日本人だけだったら考えられない事件があちこちで起きています。我々の安全を考えたとき、移住してきている人たちの母国ではどのような犯罪が起きているのか知っておかないと予防もできないし、警戒心も持ちようがなく何かしらの事件に巻き込まれる可能性が大きいと思います。このとんでも事件が起きている土壌、文化の人たちが大量に日本に移民してきています。それを許している政策があり、その政策を決めているのは我々が選挙で決めた議員たちです。知らないことで危険性が一気に増す世の中になってきました。この動画がご視聴の皆様の安全を守ることにつながることを祈っております。以上で今回の話は終わりとしますが、皆さんの応援が次の動画作成の力になりますので、いいねボタン、チャンネル登録、通知設定をオンにしていただけると嬉しいです。また、よろしかったらこの動画のシェアをお願いいたします。最後までご視聴ありがとうございました。好奇心 TV でした。